新規冬のとある朝。部屋に差し込む太陽が嬉しくて、窓辺で伸びをして深呼吸。いつものごとくベッドを軽く整えて、雨の香りを振りかけます。朝一番のそば茶を入れて、今日は久々にパンの朝ごはんにしようと思います。今朝の BGM も優雅さんのリバーサイドラジオ。最近のものは聞き終わってしまったので、バックナンバーを一から聞いています。バックナンバーっていいなと思う最近。その人の辿ってきた日々を覗かせてもらうような感じで、 YouTube でもよく気に入った Vlog の方を見つけると過去動画を巡ったりしています。ありがたいことに河原にも過去動画最近巡っていますとコメントくださる方がたまにいらっしゃって、その度に自分でも見返したりするのですが、東京時代の畳の感じとか割といいので、ぜひ皆さんもその時の気分に合った季節の動画を暇な時間や生活のお供に流していただけたら嬉しいです。そしてもしお気に入りの動画などがあればコメントで教えてくださったりしたら、とても喜びます。私もそれを見返しに行こうと思います。クリームチーズとクラウドベリージャムとマスカットの断面が綺麗なサンドイッチを作りたかったのですが、なんか思ってたのと違う。でも味は美味しかったのでよしとします。まるでハンバーガーのようにフルーツサンドにかぶりつく朝ごはん。美味しくて夢中になって完食しました。これは最近日本から帰ってきて、昨日お久しぶりに会えた素敵なお姉さんからいただいた日本のおやつや食材のワクワク詰め合わせパックです。なんて粋なお土産。嬉しくて昨日仕事終わりに昆布飴と甘酒ソフトキャンディーは完食してしまいました。美味しかった。この包み紙は後でノートに貼り付けたいので取っておこう。あとシミチョココーンも食べてた。
部屋にあるとすぐ手が伸びてしまうので、一気に食べきらないようにキッチンにストックしておきます。これは今日の分。一日の予定をノートに書き出して整理していきます。今日はセカンドハンドショップを巡って北欧ヴィンテージの宝探しに出かけたい。持ち歩き用に小さなメモも作っていきます。家に帰る頃には辺りはすっかり夕暮れ時。たくさん歩き回って少し疲れました。冬の時期のいい運動。夜ご飯作りに取り掛かる前に8ヶ月ぶりの食べっ子動物でエナジーチャージ。これ結構動物がわからない。これはわかる。今日の夜ご飯はサーモンスープを作っていこうと思います。バイト先のレストランでいただいてきたこのありがたいサーモンの尻尾の方を使っていきます。超自己流、家の包丁でなんとか皮を剥いで、玉ねぎに人参、じゃがいもを切って、あとは材料を入れて煮込むだけの超簡単料理。煮込んでいる間に最後にトッピングするディルを準備しておきます。こういうちまちました作業が好きです。
野菜が柔らかくなったら生クリームとサーモンを投入。サーモンはふっくらと仕上げたいので、最後に火が通るくらいで OK みたい。これが思わず笑っちゃうくらい美味しい。フィンランドのサーモンや野菜、食材の美味しさを感じるホッとするスープ。スープが主食だ。美味しい。また作ろう。次の日の朝、今朝はどうしてもおにぎりを頬張りたくなって久々に握りました。こういう和食の朝ごはんが一番ほっとする。今日の予定をノートに書き出して整理したら、空いたページに美味しかったものや可愛かったお菓子の包み紙など、日々のかけら的なものをコラージュのように遊びながら貼り付けていきます。最近セカンドハンドショップでゲットした切手も使おう。その後午前中は編集を進めて、区切りのいいところでお昼休憩。今日のお昼ご飯は親子丼を作ります。もりもり食べて、食後のコーヒーも入れて、いい香りです。さて午後も頑張ろうと思ったのですが、なんだかやる気が出ず、
ふと絵が描きたくなったのでシロナガスクジラの絵を描いています。絵を描くなんていつぶりだろう。無心で絵を描いているうちに絵を描くことが好きだったことを思い出して、水彩画とかもやりたいなぁなんてぼんやりと思いました。描き終えて不思議な達成感。この勢いで昨日ゲットした器やガラスたちを整理してしまおう。ひとまず窓辺にずらりと並べてみました。日本に帰ったら開きたいと思っている展示のようなフリーマーケットのようなポップアップのために少しずつ大切に集めている北欧のガラスや陶器たち。生活の中で使うことでキラリと光るような私が見つけてときめいたものたち。今回も素敵なものとの出会いがたくさんあって嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。フィンランドは今マイナス7度ですが、気持ちよく晴れていて、なんだか遠くの方にうっすら春の気配を感じます。日本はすでに小春日和だと聞きました。良き春の入り口の日々をお過ごしください。